皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださり、ありがとうございます。もう10月が終わりますね。皆さん今月もお仕事や勉強お疲れ様でした。明日から11月、無理はせずにゆるっと頑張っていきましょう。さて、今回はですね、日本語を勉強している方の頭を悩ませがちな日本の英語。これをテーマにお話ししていきたいと思います。日本語を勉強していて、カタカナの言葉が出てきたとき、あれ英語っぽいけど意味が違っていて全然わからないって時ありませんか？さっき私が使ったテーマとか、お店のスタッフさんのスタッフとか、日本で使われているカタカナの言葉は、カタカナ語と呼ばれています。英語など外国語の単語を日本語の発音の仕方で表したものです。このカタカナ語が英語の発音と全然違うっていうだけならまだいいんですけど、意味もちょっと違うじゃんっていう言葉があります。例えば、バイク。バイクと聞いて最初にどんなイメージが頭に浮かびましたか？英語で自転車のことをバイクと言いますよね。でも日本でバイクって言うと、一般的にエンジンがついていて、車と同じ道路を走る乗り物になります。運転免許が必要な乗り物ですね。もし、バイクに乗れますって言ったら、相手は、おー、じゃあ運転免許持ってるんですねって思います。運転免許がなくても乗ることができるバイクのことを話したいときは、自転車って言うと誤解が生まれにくいです。あとは、イヤリングっていう言葉。耳につけるアクセサリーですね。日本では耳につけるアクセサリーは大きく分けてイヤリングとピアスがあって、ピアスは耳に穴が開いていないとつけられないアクセサリー。イヤリングは耳に穴が開いていない人でもつけられるアクセサリーです。アクセサリーショップではイヤリングとピアスで場所が分けられていることがほとんどなので、穴が必要なアクセサリーが欲しいときは、ピアスっていうところを探すと見つかります。他にも、ポテトとジャガイモ、マスクとパック、アイスと氷、スカーフとマフラーなどなど、会話の流れや文脈で意味がわかることがほとんどなんですけど、話したい内容によって言葉を選ぶことで、相手に誤解されずに会話を進めることができます。自分の伝えたい内容に合わせて使い分けられると、日本語のレベルがぐっと上がります。ちなみに、スカーフとマフラーの違いは使う理由です。マフラーは寒い時、首を温めるために使います。寒さを防ぐ防寒です。私も冬はマフラー必須です。スカーフは薄いので、寒くない時にも使うことができます。防寒のためではなくて、おしゃれのためにつけることが多いです。首の他にも腕につけたり、カバンにつけたりすることもありますね。なので、スカーフって聞いたらファッションアイテム。マフラーって聞いたら防寒アイテムになります。
こういう言葉の違いにも注目しながら、いろんな日本語の文や会話に触れてみてくださいね。それでは、また次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。